こんにちは。お元気ですか？今日は5月の17日の土曜日ですね。ここ数日暑くないですか？なんかすっごい久々に暑いなって感じたりしました。もう全然ね、半袖の T シャツとかで一日過ごせて、ちょっと前まではね、日中に半袖になってちょっと肌寒くなったらね、羽織物したりっていう感じだったんですけれども、もう朝から晩まで寝る時も半袖で過ごせちゃうくらいね、暖かくなってきたんで、すごくね、着るものがね、こう軽くて楽だなっていう感じですね。うん、やっぱりね、こう寒いより暖かい方がいいんで、ただね、これ以上暑くなっちゃうと今度はこう暑さでね、ぐったりするような感じになっちゃいますよね。本当に春とか秋とかってちょうどいいなっていう気候が一瞬で過ぎちゃいますよね。だからね、このちょうどいい気候がね、もうちょっと長くねあるといいなって思ったりとかするんですけれども、まあね、こう四季があるおかげでお洋服とかもね、あの春夏秋冬とね、いろんな服が着れていいなっていうのはね、あるんだろうなっていうふうには思います。まあ私もね、もうちょっと収入が生活費をしっかり超えるぐらいの収入が出ればね、ちょっと洋服とかね、身につけるものとかね、そういうのももうちょっと楽しみたいなっていう気持ちはありますね。まあ今はね、こう生活費をかろうじてこうどうにかクリアしてるくらいの収入なので、どうしてもね、こうお洋服とか何かしらこうあのそういう本当最低限必要な、生活に最低限必要なお金以外をなかなか使う気が起きないというかね、そもそも出かけるのがめんどくさいというかね、引きこもりのところもあって、なので買いたくないっていうか、別に欲しいっていう気持ちが起きないんですけれども、まあやっぱりね、このお洋服とか靴とかね、まあ女の人だったらメイクとかね、髪型とかってね、本当に日常での楽しみの一つじゃないですか。娯楽というか芸術というかね、なんかそういう楽しみが一個こう喪失してる状態であるのは、ちょっとあれかなっていうふうには思いますね。ちょっとずつね、焦らずにやっていこうかなっていうふうには思ってます。元気になってきたらね、自然にそういうのも欲しいなとかいう感情もね、出てくるかと思うので。にしてもね、本当に最近ね、ちょっとコンビニに行くとか、ちょっとスーパーに行くとかいう、それくらいしか私外出してないんですけれども、そういう近所に出かける時の服でさえこう自分で着ててね、うわダッセーなって思ったりとかするんですよ。それちょっと嫌だなって思ったりとかしますね。なんかこう別にね、こう近所の人とかスーパーの人とかが見てて、別にこう他人のことなんか全然気にしてないから、いいっちゃいいんですけども、いいっちゃいいって思ってるから、もう適当なダッセーなと思う格好で出てくんですけれども、ただね、自分自身が自分の格好を見て気分がそんなに上がらないというかね、うわって思っちゃうっていうかね、それが一番良くないなっていうふうに思いますね。なんかやっぱこう着てるものとかそういうのって結構自分に向けてのこなんていうの表現、外に向けてのっていうか、意外と自分自身に向けての表現っていう部分があるので、どうなんだろう、他の人はどうか分かんないですけど、私自身は結構そうなので、たとえ近所に行く格好でもね、さすがにもうちょっとね、こう気分が落ちるような格好をするのはちょっとあれだなっていうふうに思ったりしましたね。こっちに引っ越してきて人生お休み期間というか引きこもり期間に入って、4年ちょっと経つんですけれどもね、その間にお洋服とか全然買ってないので、今手持ちの服っていうのがね、少なくとも4年以上前に買った服にはなってるんですよね。
しかもなんていうか、その頃、いわゆるサラリーマン生活をしていたわけで、なので持ってる服っていうのがいわゆる会社に着ていけるような服っていう感じなので、そうするとね、今こう近所のスーパーとかコンビニに行くのにそれを着る気にはならないじゃないですか。やっぱりこう普通にこう着心地のいい T シャツズボンで行きたいじゃないですか。まあ当たり前ですけど。なのでなんていうのかな、もうちょっとちゃんとした服は持ってるんだけども、スーパーに行くような服ではないと。別にね、スーパーにでその服で行っても全然おかしくないんですけども、ただこう着替えるのめんどくさいし、着替えたらまたそれ洗うことになるし、帰ってきてその服で一日中過ごすんだったらいいじゃないですか。別に一日中それ着て過ごしてそれで洗濯するっていうんだったらわかるけど、一瞬ね、本当30分くらいスーパーに行って帰ってきた間に着た服をこう洗濯してとか、そもそも着替えるのめんどくさいし、しかもどうせノーメイクだし、ノーメイクでちょっとちょっとした服を着てもね、ちょっとこうあれかなっていう気もするし、そんなことを思いつつスーパーに行くっていうちょうどいい服がないなっていうのをちょっと思ったりしてる今日この頃ですね。でね、で私が持ってるこの4年前とかに着てた会社に行く服っていうのもそんなにすごくね、すごい服っていうかおしゃれな服とかじゃないし、そんなにかしこまった服でもないんですよ。会社で、いわゆるオフィスカジュアルっていうやつですね。女性の場合だいたい会社だとそういうとこ多いですよね。オフィスカジュアルみたいな。でなのでデスクワークなんでね、一日中座ってるんで、それでもある程度ね、こうなんていうか着心地はある程度最低限担保されてて、そこそこきちんと見える服っていうのを選んでるわけなので、誰でもね。なのでね、そんなにこうきちんとした服とかではなかったです。ジャケットとかではなかったです。着心地のいいジャケットとかはね便利なんで、そういうのはちょっと使ったりとかはしてましたけれども、で私がいる時はね、確かねオフィスカジュアルジーンズとかはダメっていう感じだったんですよ。でも私が辞める直前ぐらいまではね、そのカジュアルの幅が拡大してジーンズも OK ってなってたような気がしますね。で男性とかも金曜日だけはこうカジュアルデーみたいな感じで、男性も私服で着て OK みたいな感じ。今から思うと不思議ですよね。女性はオフィスカジュアルっていう名の普通の私服なのに、男性はやっぱりスーツなんですよね。それがよく考えたら会社の中で不思議だなって思いました。結構そういう会社多いですよね。男性はスーツで女性はオフィスカジュアルで、最近はそのカジュアル化が昔より進んでるっていうのはあるかもしれないなっていうふうに思ったりしましたね。ただね、スーツのいいところは毎日着る服をね考えなくてもいいっていうところですよね。だから別に金曜日とかでも普通にスーツで着てる男の人とかいましたし、その気持ちめっちゃわかるわって思ったりとかしましたね。ただこうスーツじゃなきゃいけないとかじゃなくて、オフィスカジュアルっていう、女性で、いいなって思ったのは、やっぱりその日のね体調とかによって着る服とかを変えられたっていうのは良かったかなって思いますね。やっぱり例えば女性だったら特に生理の時とかあるじゃないですか。そういう時は締め付けがきついような服は着たくないし、でさらにこうお腹周りとか温めたいからちょっと腹巻きしてったりとか、だからちょっとゆったりしたパンツとかね着たりとかして、実はその中にタイツとかしっかり履いてますとかね。あとそういう時はこうヒールの靴も履きたくないから、こうちょっとなんていうの、私はねよくね男性のビジネスシューズに似てるようなデザインのシューズがすごい好きだったので、そういうのとかをよく使って
入ってましたね。ヒールじゃないやつとかだとね、そういうのが便利で、そういうのとか、あとなんかこうちょっと二日酔いだなとかちょっと今日はやる気ないなとか、なんかそういう時とかはやっぱちょっと緩めのやつとか、逆にちょっときっちりした気分でいきたいなっていう時は色味がパキッとしたやつとか、ちょっとこうしゃっきり見えるやつとかあとは色ですね。今日はなんとなくブルー系がいいなとか、今日はなんとなくほんわりしたピンクに近いちょっと明るい色がいいなとか、そういうのとかもありましたね。あとはちょっと太ってきたからこういうのにしようとかなんかそういうのはありましたねなんかそんな感じで、なんか服装、あとはね、暑い寒いとかもあれですよね。結構今日は暑いからこういうのにしようとか、汗かきそうだからこうなんかこう汗かいてもこうベタベタしなくてこう肌触りがいいやつとかにしようとかね、そういうのもあったかなっていうふうに思いましたね。なんだろうなんでそういう話になったんだっけ。そうだ、私がスーパーに行く時の服そうそう、だからスーパーに行く時の服はね、普通に、今の季節だったら T シャツとちょっとしたズボンとかでもいいんですけれども、そのズボンとかがね、そろそろ一本こうレギュラーで履く日常ズボンを一本買い足さないとならないなっていうタイミングに来たなっていうのをちょっと感じてます。なんだろう、こうやっぱりね、今持ってるやつが10年以上前とかね、そういうやつだったりとかするんですよ。でそこまでじゃない普通のズボンとかは、いわゆる会社に履いてったようなズボンとかだったりするんで、あんまこう日常でスーパーに行くのに履くのにちょっとあれかなっていうのだったりとかして、なんだろうね、ちょうどいいこうコンビニズボンみたいのがねなくて、であと思うのは、最近結構こうゆったりしたこうピタッとしてないズボンとかね、そういうのが結構流行りっていうかね、最近の主流なのかな、ここ数年のだと思うんですけど、結構ね、だからこうぴったりしたズボン、黒のストレッチパンツ、ストレッチまではいかなくても黒のストレートパンツみたいなの履いてると若干古さみたいの感じるし、こう同じ黒パンツでもなんだろう、やっぱりね、例えば10年前と今現在買ったらなんとなくどこかしらデザインとか雰囲気がね、ちょっとね違うというかね、形はほぼ同じでも何かが違うみたいのがあってそうそう、だからね、ちょっとね、最近のやつをベーシックなもの、ほんとユニクロでいいんで、そういうの欲しいなって思ったりしました。あとね、ちょっとね、体型的にもね、やっぱりちょっとね、この春になって久々に履いたズボンとかがちょっときつくなっちゃったっていうのがあって、ちょっとね太ったなっていうのももちろんあるんだけど、最近あれって思ったのが、ただ太っただけじゃなくて、今回のズボンがきついはあのなんだろう、これくらいきつくなるってことはこれくらい体重増えてるなっていう感覚が今までの経験上あるんですけど、ここまできついってことは5キロぐらい体重増えちゃった、4、5キロくらい増えてなきゃおかしいなぐらいのちょっときつさぶりだったんですよ。でも体重計に乗るとだいたいこう 2キロちょっとぐらい増えてる感じで、いや2キロちょっとの増量でここまできつくはならん、なんだこれはっていうふうに思って、なんかいろいろ考えた結果、ちょっとね骨格とかの歪みとかね、そういうのもあるなって思ったんですよ。歪みとか開き、まず年齢によるちょっと骨格がこう開いてくるというかね、例えば肋骨とかもね、こう年齢とともに少し開いてくるし、骨盤とかもね、ちゃんとこう普段運動とかしてないと開いてくるんだろうなっていうふうに思ってるんですけども、特に私はね、ここ半年くらいはね、かなりこう根を詰めて椅子に座ってパソコンをいじ
倒したので、そういう意味でちょっと日常生活的にこの骨盤周りの骨格が少しちょっと開いちゃったんじゃないかなっていうふうに思いました。で、この大天使のところがね、大天使って骨盤とこの足のジョイント部分ですね、足の付け根の部分ですね、そこがちょっと前より出っ張ったかもしれないっていうふうに思ってて、この正面から見た時のこのウエストが一番細くて、そこからこうヒップに向けてこうなるじゃないですか。コカ・コーラの形みたいにこうなるじゃないですか。そこがこう綺麗にお尻の部分で丸まってる人はいいんですけども、足の部分でちょっとボコボコってこう大天使の部分がこう出っ張っちゃってるっていうのあるじゃないですか。で、私結構昔からね、この大天使が出てるのがちょっとコンプレックスではあったんですけれども、それがね、あれと思って、最近もしかしたらさらに大天使ちょっと出っ張ってるかもしれないと思って、そうそう、ちょっとね、最近大天使を引っ込めるような動きとかをね気にしてやったりとかしてますね。っていうのも、見た目ではちょっとわからない部分もあるんですけども、こうズボンとか履いた時にお腹が前より出たからとかね、そういうのはすごくわかるんですけども、確かにそこもきつくなったんですけども、あれって思ったのは、こうズボンを引き上げた時にすでに足の付け根の部分で引っかかるんですよね。だからあれちょっと引っかかるの早くねと思って、なんかここが引っかかるほど太ももとかこうお尻の一番下の部分、付け根部分、そこからそんなにこう太くなったってことかなとか思いつつ、なんかね、これ単純に太っただけじゃなくて、やっぱりちょっとこう骨格が外に開いた、全体的に。あと大天使の位置がちょっとこう外に出てしまってるというか、前に出てしまってるとかね、そういうのがあるかもなって思ってそう、ちょっとこう座りすぎ問題をね、こう良くないなって思いましたね。こう見た目とかズボンがきつくなるとか、こう太りやすくなるとか、そういうのももちろんですけども、この骨格をしっかりメンテナンスしとかないと健康っていう問題に関わってくるんで、そこは大事だなって思ったりしましたね。まあちょっとダイエットとかはね、いきなりするつもりが今のところはないんですけども、ただちょっと痩せないとズボンがきついのが不快すぎてしょうがないっていうのはあるんですけど、ズボン履くたびにきついって思うのが、そうそう、なんか今どうしようかなっていうふうになんとなく考えてる感じですね。まあそんな感じで、ちょっとお洋服はね、ちょっとコンビニに行く時のシャツとかズボンとかをもうちょっとちゃんとしたもの着たいなっていう気がしてるっていうお話ですね。なんだろう、それくらいかな。最近ここ数日で思ったのって、なんだろうね、こうネットとかでネットニュースとかちょっと見たりとかしても、結構ネガティブなことしか言ってなくて、なんですかね、なんでネットニュース系ってああいうネガティブなことしかないんだろう。そもそもネガティブなものしか人は見ないから結果的にそうなってるんですかね。需要のと供給の問題でそうなってんのかなね。なんかこう必要なネガティブでも、こう日常こう暮らしてる上で必要な情報とかだったら、ネガティブなことでもきちんとこう報道したりとかしてもらう必要はあるんですけども、そうじゃないこうどうでもいい、そんなの知らなくてもいいようなことでも、ちょっとしたネガティブなこのトピックスとして出てきちゃってるじゃないですか。ネガティブなことばっか、どうでもいいことのそれいらんでしょっていうだったらもうちょっとこういい内容を出して、いい風にこっちを洗脳してくれよみたいなねそういう風に思ったりとかしましたね。まあよく考えたら、もともとこう何年か前に、6、7年前からかな、テレビを見なくなったのも、どうでもいい内容をどんどんこう押し付けてくるテレビの感じが嫌すぎて、テレビ見なくなったっていうのもあるんで、まあそもそもそういうもんなんかもしれないですね。ま
ただね今はこう YouTube とかねいろいろね、自分でこういろいろ選択して見れるので、自分が選択した内容をねどんどんこの Google のアルゴリズムさんがねどんどん自分におすすめしてくるので、多分ネガティブなものばっか見てる人はどんどんネガティブなものがねおすすめされてくるんだろうなっていうふうに思ったりしましたんで、場合によってはわざとねちょっと何回かやたらとポジティブなものでも見てポジティブなものをねある程度おすすめさせておすすめしてもらうようにするのもいいかもしれないですね。そういえばYouTube 見てると途中で広告って入るじゃないですか。私の YouTube を聞いてくださってる方も途中で広告入ってるかと思うんですけれども、なんかねもう本当に Google さんがねあからさまにね私がこれ欲しいなって思った買いたいなとか検索したやつをねその検索したやつを私がもうポチって買うともう出してこなくなるんですけども、買わないと結構延々にそのコマーシャル出してくるっていうのがねちょっと最近うざいなって思ったりとかしました。なんかね最近ね私ビルケンシュトックのサンダルをちょっとそろそろ新調したいなと思ってビルケンのページとかをちょっと見たりとかしてたんですね。私結構夏とかはサンダルはビルケンのサンダルが好きで、もう十数年前からもう20年前からとかかな、もうずっとビルケン買い続けてて、でねなんやかんやでもういろいろ買ってるうちにこの形のビルケンが自分は好きだなっていうのが決まってて、で今ね2足ずっと何年も同じのじゃないんですけど色違いで使ってるのがあって、それがねさすがにもうねでもこれ買って何年経つだろう、10年以上経っちゃうかもしれない、やばいな。なのでねそろそろ新しいの一足欲しいなと思って検索して、もしあれだったら今年の夏が来る前に買いたいなって思ってたんですけども、それで買ってないんですけど全然まだ。そしたらねYouTube の広告がね毎回ビル券が出てきてねそれがめんどくさいっていうね感じですね。あと最近なんだオーガニックコットンの布団の敷シーツを買おうと思ってそれを検索して、で前ベルメゾンの通販のサイトで買ったオーガニックコットンのシーツがすごい良かったから今もあるかなと思ってベルメゾンのページを久々に見て、オーガニックコットンのシーツとかね検索してたんですけども、結局ベルメゾン以外のところのねアマゾンで買おうかなって今思ってるとこなんですけども、そのベルメゾンのね広告もねやたらYouTube に出てきてなんかそれがねどうしようこれポチるまでずっと続いたら嫌だななんてね思ったりとかして、違う広告におそらく変える方法もあるとは思うんですけど、そんな感じでねそんな感じですなんだろ喋ることがそれくらいしかなかったんですけど、なんかね面白いこと喋れなくてすいませんね最近っていうかここ数日思ったのってそれくらいなんですけれども、ねそんな感じで今日もこの後スーパー行きたいなって思ってるんですけども、スーパー行く時ねT シャツはいつもお家で着てる T シャツそのまんまなんですけども、下に履いてるズボンだけね履き替えていくんですよね。その履き替えていく時のパンツがねこれはすごい今までゆるゆるで履いてたやつっていうのがね今年なぜかキツキツになってるんで、このゆるゆるからキツキツってそんなに変化しますかって思うけど結構すぐ変化しますよね。なんかそれがねちょっとね最近のちょっとしたストレスになってるっていう感じでちょっとねちょっとピチピチしたズボンまた履かなきゃなのかなと思いながらねスーパー行くのがちょっと面倒くさくなっちゃうなっていう風に
思ってますっていうくらいのお話でございました。はい、それではまた。